んにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。今日は梅をたくさんいただいたので、ちょっと梅でですね、簡単な、タレを作りたいと思います。まずはこの青梅をですね、ちょっと洗って3時間ぐらい水に浸しておこうと思います。で、これ水に浸してアクを抜いてから、このところですね、種を、取って、一旦冷凍させると、いいので、一旦冷凍させるという作業を行っていきます。結構梅仕事ってですね、いろいろあるんですけど、手間がかかるものがあったりするんですが、今回はめちゃくちゃ簡単に、作れるこの青梅のアレンジをやっていきたいと思います。はい、ではこちらのですね、青梅が、一旦冷凍して乾かしたものをですね、しっかり水気を拭いておきました。で、こちらをですね、使って、タレを作っていくんですけれども、何を作るかっていうと、梅味噌ですね。梅と味噌を合わせておくだけでできるタレなんですけれども、こちらの、お味噌を使っていきます。で、分量はですね、お味噌と梅とだいたい同量ぐらい入れたら、問題ないです。で、ちょうどですね、この使いかけのお味噌があったんですけど、このお味噌の分量といただいたこの梅の分量がほぼほぼ同じだったんですね。なのでこのままですね、この使ってる途中のお味噌を全部入れていこうかなと思います。こちらですね、この玄米麹味噌、いつもの名東味噌本舗さんのものですね。はい、ということで、瓶とかに通常梅のシロップとかですね、そういったものを瓶とかで仕込むことが、一般的かとは思うんですけども、今回は途中いろいろちょっと混ぜたりしたいので、まずは適当なこういう100均とかのプラ容器で仕込んでいきます。で、プラ容器ですね、ちゃんと消毒をしておいた方がいいので、こちらにですね入っているのが焼酎です。焼酎はアルコール度数が高いですので、消毒になりますし、食べ物というか食品なので特にですね問題なく使っていただけるかと思うので、結構お味噌を作る時とかもですね、焼酎を消毒に使うことが多いです。消毒の方法いろいろあるとは思うんですけども、すごく手軽ですよね。焼酎って、手軽に手に入るし、食べても別に何の問題もないものなので、それを使っていきます。蓋もきっちり消毒して、箱も消毒しておきます。はい、そして、消毒できましたら、ここにまず一番下に味噌を入れていきます。ガボッと。特になんか入れ方に決まりがあるとか、こうした方がいいみたいなのは全然ないんですけれども、なんとなくですね、下にこうお味噌を敷くような感じにして、よいしょ。ちょっと容器が大きすぎた気がする。いいか。どうせ汁が出てきてドロドロになってくるので、あまり細かいことは気にせずやっていきます。よいしょ。こんな感じで味噌を、適当に敷いたら、そこにこちらの梅を置いておきます。瓶みたいな容器の方が入れるときは入れやすいですね。ぎゅうぎゅうに詰めたりできるので入れやすいんですけども、この後ちょっと混ぜたりしていくときにやっぱり瓶にぎゅうぎゅう詰めちゃうとすごい混ぜづらいんですよね。なので最初はちょっと
こんな感じの容器に入れて、途中液体がすごく出てきていい感じのとろみになってきたら、好みの容器、瓶とかに入れ替えるっていう感じにしてやっていきたいと思います。よし、なんかこんな感じで交互に入れていくといいんじゃないかなという感じですね。すごい適当ですけれど、なんかこんな感じでも入れてしまいます。よいしょ。で残りのお味噌を入れて、で、やっぱりこの梅で何か作る梅シロップとか、梅酒とか、なんかそういうものを作る時って、梅味噌もなんですけども、大抵ですね、レシピ見ると砂糖も入っていると思います。もちろん砂糖を入れた方が長期間持つ保存性が高まりますし、甘くて美味しいということもあるんですけれども、なるべくですね、その大量に砂糖を使ったりしたくないということもありますので、今回は砂糖を全く使わない梅味噌というのを仕込んでいきたいと思います。で、このままでも十分なんですね。十分甘くて美味しいです。なんでかっていうと、その甘いお味噌を使っているからなんですね。ここで辛いお味噌を使う場合はやはりちょっと砂糖とか入れた方がいいかなと思うんですけども、お味噌自体がもともと甘いタイプのものっていうのを使っていただけば十分甘く仕上がると思いますので、若干ですね、今回は若干甘め、このまま食べても甘みがするようなお味噌を使っています。で、ちょっとですね気持ちいい甘み足したいなっていう時はみりんを足します。こちらですねみりんなんですけれども、これはこんな濃い色をしているんですが、これは本来のみりんの色ですね。これはですね環境みりんさんというところの、みりん本みりんですねなんですけども、それをちょっとですね足していこうかなと思います。ほんの気持ち程度に入れました。ということで、もうちょっとこれ慣らしていきますね。なんとなく慣らして全体に行き渡るようにしていきます。最初は全然この水分がない状態なので、もう全くなんか使ってない感じがすごいんですけども、これすぐに梅から水分が出てきて、もう液体っていう感じにどんどんなっていくので、そうしたら、随時かき混ぜて、で慣らしていく、混ぜていくという感じですね。最初の仕込む、今日はですねこの仕込む段階では全然この感じで問題ありません。よし、はい、こんな感じで仕込みました。ほんとすごく簡単ですよね。この時期に手に入る青梅を、一旦洗って水につけておいてアク抜きをして、でその後一旦冷凍します。で、なんで冷凍するかっていうと、冷凍することによって組織が壊れて味が染み込みやすくなるんですね。なので一旦冷凍します。そして解凍してしっかり乾かしてしっかり水気を拭いて、で、ヘタの部分はきっちり取ってください。ヘタの部分を取らないとえぐみが出たりしてしまいますので、ヘタの部分をしっかり取って、あとはですねお好みのお味噌とこの梅をですね合わせて置いておくだけということになります。でお味噌はお好みのものでいいんですけれども、なるべくですね、天然醸造長期熟成で作られたもので、かつですね甘い味のものがおすすめです。ということで、またですね、この後、2、3日経ったらどういう状態になるのかっていうのをですね、お見せしていこうかなと思います。ではこんな感じにですね、これが3日ぐらい経った状態の梅味噌です。でちょっと容器は入れ替えました。
ちょっと大きすぎたので入れ替えたんですけど、これでもちょっと大きすぎるかなっていう感じはするんですけれども、一旦もっとこれの半分ぐらいの容器に入れておいたら、結構こう、ポコポコ、してくるんですよ。盛り上がってきて、で、一回溢れちゃったんですね。容器から溢れてドバーって感じになってしまっていたので、水分が出てきて、時期的にですね、ちょっとアルコール発酵、まだ味噌が生きているので、アルコール発酵とかもしやすくって、ちょっとポコポコってなってくるので、余裕を持った感じの、容量の入れ物にしたらいいと思います。これはホーローの、入れ物なんですけども、こんなものだとちょうど混ぜやすいし、いいですよね。はい。で、すごく梅からもう3日ぐらいしか経ってないんですけど、梅からめちゃくちゃ水分が出てきていい感じに、とろっとしてきています。で、これをずっとですね、常温に置いておきます。混ぜるのは、たまに気が向いた時に混ぜるぐらいで、全然混ぜなくてもいいんですけども、たまにですね、様子を見ると、この梅が今全然まだ丸い状態なんですけれども、だんだん溶けていくというか、馴染んでいって、もう1年ぐらい、半年ぐらいかな、するともうドロドロに一体化する感じになってきます。なので、これをですね、もうこのまま常温で半年とか、1年置いておこうと思います。で、使い道なんですけども、いろいろあります。本当に野菜につけるだけとかしても美味しい。きゅうりにこれをつけて、食べるとか、お豆腐の上に乗せるとか、ご飯の上に乗せてもいいし、普通に料理に使っていただいても全然いいです。で、普通の料理に使ってもいいんですけど、ほんのり、味噌なんだけども、ほんのり梅の香りがするんですね。なので、ちょっと上品な感じに仕上げたい時とか、そういう風に使っていただくといいかもしれませんね。田楽とかもいいですよね。はい。ということで、今回は梅味噌を仕込んでいきました。またですね、半年後とか、どういう状態になっているかっていうのもアップしたいなと思っています。ということで、また次回の動画を楽しみにしてください。